はい、どうも皆さん、こんばんは。WD23 リサーチャーズでございます。本日はですね、2023年10月の24日、ファンタジースプリングスの予想を見ていきたいなと思います。というわけで、アメリカからね、帰ってまいりました。久々にファンタジースプリングスの予想を見ていきたいなと思いますが、かなりたくさんの画像になりましたね。長くなりそうだったので、オープニングもね、こちら短縮バージョンとなります。ディズニーリゾートになりまして、東京ディズニーランドステーションを出たところになります。そして、この奥に見えましたのが新スペースマウンテン周辺工事ですね。こちらもかなり変化見られておりますので、別の動画でご紹介していきたいなと思います。そしてこの奥見えてきますのがラプンツェルの森、そしてラプンツェルの塔になっておりますね。こちら見えましたね。そしてアレンデル城の裏の方も見えます。そしてここ見えてきますのが、ここノースマウンテンフローズンジャーニー、そしてその隣にあるのがエルサのアイスパレスですね。ついに足場が外れました。横から見るとね、こんな感じのハリボテにはなっておりますが、後ほどちょっと正面の方からね、見ていきたいなと思います。そしてこちら手前の方見えてまいりましたのが、東京ディズニーシーファンタジースプリングスホテルのファンタジーシャトー、そしてその前の屋外駐車場、そしてそのゲートとなっております。この辺はね、おおむね工事やね、完成しているといったところでございますでしょうか。そして見えてきますのが、ファンタジースプリングスのホテル、そして車寄せのドーム周辺になっております。左側のところですね、キャラクターロックミッキーマウスのがあるんですけども、その辺もできてきておりました。そしてここパークエントランス上部、後ほど詳しく見ていきたいなと思いますが、非常に綺麗に出来上がってきておりました。楽しみですね。それではですね、ネバーランドアドベンチャー側を見ていきましょう。はい、こちらネバーランドアドベンチャーがですね、グランドシャトーに奥にラプンツェルの登場、リーロジャーゴ、ピクシーホロー、アレンデール城、そしてノースマウンテンフローズンジャーにアイスパレスもあります。そしてアレンデールの街に魔法の泉もありまして、こちらファンタジースプリングスホテルのレストラン、そしてドームですね。いや、美しい。そしてこちらネバーランドアドベンチャーの箱に、ファンタジースプリングスエントランス CP とですね、続いてはサンプルヤードを見ていきましょう。はい、こちらサンプルヤードでございます。続いてがですね、ベイサイドステーション周辺簡単に見ていった後、画像をたくさん皆さんにお伝えしていこうかなと思います。お楽しみください。はい、こちら、ベイサイドステーション改札出たところになります。こちら、東京ディズニーシーファンタジースプリングスホテルのパークエントランス前となっておりますが、足場外れていると言っている、周辺なんですけども、その中央の部分、なんとフェイクグリーンが設置されました。いやー、骨組みがね、ありますということでお伝えしていたところ、なんとフェイクグリーンがね、作り物の増加にはなるんですけども、このような形で植物がね、はい、追加されております。いやー、いい感じですね。なんか自然豊かなね、そういうファンタジースプリングスを象徴するような、そういったね、こちらパークエントランスとなりそうな感じですね。そして、ハスの花と思われる金色のね、装飾も塗装、いやー、かなり仕上がっております。非常に美しい、仕上がりとなっておりますね。いや、いい感じです。私ね、個人的にこのパークエントランスのデザインとか、雰囲気含めて好きだなといったところにはなりますね。そしてですね、ここの、パークエントランスの上部もそうなんですけども、その手前のところこんな感じでですね、手荷物検査場の、屋根と思われる場所になるんですけども、なんとここも足は外れましたね。いや、鉄骨いろいろね、あれたんですけども、この辺なくなってきております。こんな感じで塗装がね、仕上がってきておりますが、そして屋根の中央の部分、ここおそらく看板か何かね、設置されるような骨組みもあります。こんな感じで、ランプがね、いやー、ここもいいですね。本当に、エイジングのね、加工がもう何とも言えない、非常にね、綺麗な感じで仕上がってきております。この周辺もね、こんな感じで石レンガのね、石畳が敷かれているといった形になっております。はい、そしてこちら、ベイサイドステーションのエスカレーター下のところですね、ここから見ていきますのは、先ほど見ていたですね、手荷物検査場の屋根と思われる場所、ここね、はい、鉄骨ありますね、看板が設置されるんでしょうか。そしてこの辺、電飾とかね、いろんな装飾がこの辺から見ることができます。植物ね、おそらく、モチーフとなっているような装飾、そして、花の、ランプですかね、そういったものがこのような形で設置されているといった形になってますね。いやー、やっぱり足場がね、外れると一気にいろんなものがね、見えるようになってきております。まさにこの下はね、ゲストとか、あとキャストさんがね、この子で、いろいろね、過ごしたりするような形になるかなと思います。そしてここね、拡大して見ていきますと、ありますのが、ここにちょうどあるのがですね、シンデレラのキャラクターロックになっております。ここはね、3つの作品をモチーフとした魔法の泉がね、できるものとなっておりますが、その一つとしてね、ここシンデレラがありますね。ちょうどわかりますかね、
後ほどまたね、画像の方で見ていくので、まあ皆さんご安心ください。しっかりね、この辺も見ていこうかなと思います。非常に美しいですよね、魔法の泉もね。ここにまあ水がね、流れていくので、またこの今の雰囲気とはね、違ったような形で見れるんではないでしょうか。はい、それではですね、ベイサイドステーション周辺また見ていきましょう。まずはネバーランドマウンテンのね、あたりを見ていきます。はい、こちらネバーランドマウンテンありますね。ネバーランドアドベンチャーのロックワークとなっておりますけども、その左側のところはですね、ネバーランドにあるルックアウトクックアウトというレストランのロックワークとなっておりますね。端っこのあたりはね、こんな感じでまあパーク外から見えるようになっておりまして、ここもすべて足場が外れて綺麗なね、ロックワークの姿が明らかとなっております。まあ、この辺はね、全部足場が外れているといったことでね、まあ、前回からもお伝えしておりますけども、まあ、その背面に関しても足場あったものすべてね、なくなっておりまして、おそらくここはもうこのような形で、まあ普通にパーク内からね、見えない場所になりますので、この今緑色のね、壁がありますけども、新たにね、こう、本日の緑壁。されているといった感じですね。そしてそんな緑壁のさらに左側のところ、ピクシーフォローライドの、裏のところに盛り土が設置されていたわけですけども、そこの盛り土もですね、こんな感じでもう全く綺麗になくなってきております。後ほどまた画像でね、上から見た様子をですね、お伝えしていこうかなと思っております。まず画像1枚目、こちらでございます。東京ディズニーシーファンタジースプリングスホテルのパークエントランス前といった形で、足場がね、ある場所、フェイクグリーンが設置されましたということでね、先ほど動画でお伝えしておりますが、はい、どうでしょう、画像、めちゃめちゃ綺麗ですよね。いや、本当にファンタジースプリングス自体がかなり自然に溢れたようなエリアとなっておりますので、人工物がね、確かにあるんですけど、さらに自然がね、かなり多く見られるようなエリアとなっておりますので、そういった自然が多くあるファンタジースプリングスをね、象徴するようなパークエントランスとなっておりますね。確かにこのホテルからやっぱりこう入っていくわけですからね。特にこのパークエントランスに関しては、パーク外におけるファンタジースプリングスホテルの中でもね、特にファンタジースプリングスが感じられるような、そういった外観となっているわけですね。もう拡大してみてわかる通り、本当にもうリアルなんですよね。この植物は本当にすごいですよね。ただね、これ本当増加なので、フェイクグリーンという形でね、人工の植物がこちらに設置されておりますので、手入れ自体はね、確かに普通の植物よりは、楽にはなるんですけども、色落ちとかね、しやすいので、こういったところがね、どのような形で今後メンテナンスとかね、されていくのかといったところにはなるんですけども、本物か人工のものかわかんないくらい本当にリアルなね、こちら植物が見ることができます。続いての画像はですね、同じく東京ディズニーシーファンタジースプリングスホテルのパークエントランス前にあります、こちら手荷物検査場の屋根と思われる場所になっておりますが、こんな感じでですね、装飾、はい、見えますね。いやー、前回まで足場とかがあってなかなか見えなかった部分にはなるんですけども、このような形でね、ライトとか、あとは植物をモチーフとした、エンジングがね、しっかり加工されたような装飾が見ることができます。いや、いいですね。特にこのランプさらに拡大して見ていくとね、いや、なんとも言えないですよね。柱がね、若干こう、緑色で、そして黒ずみがね、ちょっとかかってるような、青銅っぽいようなね、そういった色合いにはなっておりますけども、それを囲むようにね、新品なんですけど、本当に古めかしいそういったエイジングの加工がされた、ランプとか、そういった装飾がね、見ることができます。本当に素晴らしいですよね、こういった作りっていうのがね。そしてパークエントランスの屋根の下見てみるとですね、こういったファンがついていたりですね、あとはこのような形で扇風機が設置されております。おそらくここにですね、滞留する人がいるわけですよね。ゲストもおそらくここに滞留すると思われるんですけども、なんといってもここでですね、おそらく手荷物検査等が行われると思われるので、そういった意味ではですね、ゲストもですし、あとはキャストさんたちがね、快適にこちらで、手荷物検査、仕事ができるような形でですね、ここに扇風機、あとはファンとかが設置されているものと思われます。特にね、夏はやっぱり、日本めちゃめちゃ暑いですからね、最近はね、今年の夏も暑かったと思います。そういったところで、日本の暑い夏を乗り切るためのね、快適さの工夫といったところで、扇風機とかファンが設置されているものと思われます。
こちら手荷物検査場の奥の場所に見えるところなんですけども、こちら魔法の泉がありますね。そしてその魔法の泉が奥にあるんですけども、その手前のところ、ライトがここにありますね。このライト、先ほど見ていた手荷物検査場に吊り下げられているものと同じデザインとなっております。なのでね、パーク内、そしてパーク外、同じものね、こちらでは利用されているといったところになりますね。ただ、そのファンタジースプリングスホテルの周辺でもですね、いくつか種類がランプとしては使われております。パーク内でも同じものがね、ここ手荷物検査場のところはですね、使われているといったところで、パークにより近い場所はですね、パーク内、パーク外、同じものがデザインとして使われているものというところになりますね。そして別の角度からね、見ていくと、本当にここ自然がね、溢れた魔法の泉がありますが、この部屋おそらく水垂れないとは思うんですけども、水がね、流れるような場所も一部あります。はい、その一つとしてこちらでございます。こちら、シンデレラのキャラクターロックですね。ここまでね、植物が溢れる前に見ておりますけども、だいぶ変わりましたね、印象がね。ここまで植物、自然が溢れたような形で魔法の泉がね、できるとは思っていなかったので、コンセプトアート見るとね、こんな感じになっておりますけども、コンセプトアートとはね、シンデレラのポーズ自体も違かったりとか、その周辺の植物の量もかなり増えているように見えますね。あくまでコンセプトアートなので、そこからね、多少ね、いろんな変更がされているといったところにはなりますけども、この本当に美しいですね、魔法の泉が、ここパークエントランス入ってすぐ見ることができそうですね。シンデレラ以外にも、オーロラ姫とフィリップと思われるようなキャラクターロックがあったり、あとは魔法の鏡とね、思われるものもあったりするので、その辺もね、見えたら皆さんにね、オープン前にお伝えしていこうかなと思っております。さあ、続いてはアレンデールのエリア見ていきましょう。こちらアレンデールのフラッグとなっておりますが、国旗ですね。別のデザインのものがね、あったんですけども、今回このような形で結構綺麗に撮れたのでね、アレンデールの国旗という形になっておりますが、その国旗が設置されているこちら、アレンデール城になっております。今回撮影したのが上の方じゃなくて下にね、新たに設置されたフラッグとなっておりますが、こちらね、いやー、まだ塗装をね、頑張ってやってるところですよね。上の方、本当に早かったですよね、塗装するの。ただ下の方の屋根、めちゃめちゃ時間かけてね、丁寧にやっているという印象です。しっかりですね、この屋根のところ、屋根に沿って、まだ骨組みのね、はい、敷いておりまして、そしてそこに、作業している方がいらっしゃるんですけども、そこで、おそらくね、塗装とかをしているような形になりますね。アレンデール城自体ずっと言っておりますが、かなり美しい塗装がね、こちら見ることができております。上だけでも本当に満足しているんですけど、下もね、本当に、どうなんでしょうね。これ見えたら気失ってしまうんじゃないかっていうぐらいね。はい。実際に間近で見たら本当に美しいんでしょうね。いや、早くね、こちらアレンデール城見たいですよね。実際に香港とかパリとかはですね、こちらアレンデール城に入ることができないんですよね。世界の全ての海外パークでですね、アレンデールのエリア3つできるんですけども、その3カ所でですね、唯一こちらアレンデール城の中に入るファンタジースプリングスのアレンデール城となっております。実際にはですね、レストランができるといった形にはなるんですけども、おそらくね、ゲストはこの屋根のね、下のところから入っていけると思われます。本当に楽しみですね。早くアレンデール城ね、間近で見たいところではあるんですけども、まだ作業中、塗装中となっておりますので、この塗装がね、仕上がる姿、楽しみにしていきたいですね。そして、おそらくここ、奥のところです。位置関係的に微妙なところであるんですけども、おそらくフィヨルドに面する位置の、ここは屋根となっておりますね。アレンデール城となっております。この辺もまだ塗装とかをしているような最中になっていそうですね。この辺もシートとか外れてきてるので、もしかしたら足場とかね、間もなく外れるかもしれないですね。はい、そして今回の目玉でございます。ノースマウンテンフローズンジャーニーでございますけども、いかがですか？はい。足場が外れましたね。エルサのアイスパレス。まずはですね、ノースマウンテン全体ちょっとね、見ていきますと、ロック枠自体ね、非常に美しいですよね。下の方のですね、おそらく氷河のあたり、その辺の塗装も同時に行われております。そしてもう今回ね、最も注目していきたいところでありますけども、エルサのアイスパレス、足場がね、ここ中央にありますけども、外れましたね。下の方のね、ここ氷がちょうどなくてですね、鉄骨が見えておりますけども、もしかしたらパーク内から見えない位置になるかもしれないので、このままかも
しれないですね。ただ、微妙なところで、もしかしたらパーク内から見えるような位置にもなりそうなので、この鉄骨が見えてる位置に関しても、アイスパレスのね、ボディが設置されるかもしれないですね。さらにちょっと拡大して見ていきますと、はい、いいですね。どうでしょう。実際ですね、ちょっと私としては、もともと、この設置される前からですね、おそらく透明感がね、氷の透明感が感じられないかなといったところでお伝えしておりましたが、やはりですね、氷の透明感といったところでは、若干、表現が乏しいんじゃないかなと。日中のこの光ですね、日光の光で見てみると、氷の透明感がもう少しね、足りないかなといったところにはなります。もしかしたらここからさらにですね、塗装が追加されるかもしれないです。写真でちょっと比較してみたところですね、香港のアイスパレスの方がやや透明感がね、あるようにも思われます。それがですね、おそらく塗装の風合いである程度そこがカバーできそうなところではありますので、あくまでね、エルサの魔法で作られた氷にはなるんですけども、そういったリアルなね、氷の質感っていったところがもう少し再現されるかもしれないですね。あとはその氷の質感っていったところにはなりますけども、ある程度夜のね、ライトアップによって、昼間に見るのと夜に見るのとではだいぶ印象は変わると思います。香港のディズニーランドがそういった形になるので、おそらくこのファンタジースプリングスのアイスパレスに関しても、夜の方がより氷のね、透明感が感じられるようなライトアップになると思われます。ライトアップに関しては、結構その背面がね、空いているので、そのノースマウンテンと、あとアイスパレスの間に設置されたりとか、あとはその、エルサのアイスパレス自体がですね、結構段組みになっているような形になっている。その隙間がね、電飾とかが追加されるものと思われます。はい、ここを拡大して見ていくと、前回言っていたエルサがね、最後、レッド・イット・ゴーで歌い切ったところとかがありますね。こう扉閉めてね、少しも寒くないわっていう、エルサの名言が生まれた場所になりますけども、こちらのバルコニーとその下にね、入り口があるわけですけども、今現在に関してはアーチがまだ作られておりません。階段のアーチがね、こう入り口からね、伸びるわけなんですけども、そちらに関してはまた今後設置されるものと思われますというか、設置されるでしょう、おそらくね。はい、そしてそのノースマウンテンとエルサのアイスパレスの間、ハリボテなんですよね、エルサのアイスパレスのね。横から見るとこんな感じで、ノースマウンテンも意外と平べったいんだなという感じですけども、そのノースマウンテンとエルサのアイスパレスの間が空くので、そこからね、おそらく電飾とかを使ってライトアップとかがされるものと思われます。パーク内から見るとさっき見た感じでですね、非常に美しいノースマウンテンとなりますので、その辺の見栄えに関してはそんなに心配はいらないでしょう。はい、それではですね、皆さんいかがだったでしょうか。2023年10月の24日、ファンタジースプリングスの様子でございました。いやー、本当にですね、久々に見たせいか、本当にたくさんの写真がね、見ることができたんではないでしょうか。進捗がかなり進んでおりましたので、画像、動画ともに、私もね、非常に楽しめた一日でございましたが、皆さんにもね、楽しんでいただけたら幸いでございます。こんな感じでファンタジースプリングスもですし、あと新スペースマウンテンもね、かなり進みが見られたので、ぜひね、別の動画で新スペースマウンテンの進捗をお伝えしております。そしてね、いろんな予想もお伝えできるかなと思いますので、そちらの方もぜひ楽しみに見ていただければと思います。そしてね、アメリカから帰ってきたといったところで、アメリカの旅行の様子もですね、お伝えできればなと思っておりますので、そちらの方もね、ぜひ楽しみにしていただければと思います。それではですね、この動画いいねと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。チャンネル登録者はですね、無事2023に突破しましたが、ぐんぐん数値をね、伸ばしております。皆さん本当にありがとうございます。そして私、WD23 スタジオズはですね、SNS、Twitter、X、Instagram、そしてスレッズの方もやっておりますので、あんまりね、スレッズやってないんですけどね、皆さんぜひそちらの方もフォローお願いいたします。それではですね、また次の作品でお会いいたしましょう。じゃあね、バイバーイ。